さて今日はですね、ちょっと前に紹介した西のマグネットでね、がっちりくっつくタイプの ND フィルター、ジェットマグプロシリーズ、あれに可変 ND が加わったということで、他にね、2つ人気の可変 ND フィルターをピックアップして、色転びが最も少なくコスパ最強の1枚っていうのをはっきりさせていきたいなと思います。検証するポイントは、原稿1段あたりの価格と色ムラ、色転びっていうのを客観的かつ視覚的にね、チェックしていくので、ただ人気だからとか安いからっていう理由だけで知らず知らずのうちにね、お気に入りのレンズの写りを台無しにしていたなんていうことがないように、ぜひ最後までチェックしてみていってください。今回比較していく、残りの2つはというとですね、1つは、海外でやっぱり圧倒的人気を誇ってる、ポーラープロのヘリックスってやつと、あともう1つが Amazon で最もレビューが多かった K&F コンセプトのナノ B フィルター、このね3つを比較していきたいなというふうに思います。でまずね、スペックとお値段を比較するとこんな感じになってて、西は ND1 から5ストップスと、5段階現行可能でお値段が33,000円で、こっちのヘリックスは2から5ストップスと4段階の現行が可能でお値段がヨドバシでですね 54,450 円、そしてナノ B が1から 8.64 ストップスと約9段近くね現行できて、それでいてお値段がなんと Amazon で驚異のね 4,800 円となってます。ただ ND フィルターで価格も大事なんですけれども、でもそれ以上に大事なのはやっぱりこれをレンズの前につけた時に、どれだけ色ムラとか色転びとか、そういったことが発生しないかということなので、それをしっかりと今から検証した結果を皆さんにお見せしていきたいなというふうに思います。じゃあまずね、色転びから検証していくんですけど、検証方法としてはこのデータカラーのスパイダーチェッカービデオをフィルターをつけていない状態とそれぞれフィルターをつけた状態で撮影します。そしてそれをダヴィンチに取り込んでカラーページでグループを作って、フィルターがなしの状態をベースにカラーコレクションを行って、で全ての色が正しい色で表示されるように、細かくね完璧に調整をします。でカラーコレクションが終わったら、そのグループをそれぞれのフィルターをつけて撮影した画像にも適用していきます。こうすることで視覚的に、どれがどのくらい完璧な状態から色がシフトしているのかっていうのを視覚的にね検証することができるので、それではね早速見ていきたいなというふうに思うんですが、まず最初は K&F のナノ B です。でこれはねパッと見ても、かなり色が暖色方向に転んでるっていうことが分かりますよね。でそしてね、それぞれのこの色を見てみても、イエロー、レッド、グリーンは、まだね枠内に収まってるんですけれども、マゼンタ、ブルー、シアンの方はかなりねイエロー、オレンジ寄りに、転んでしまってるかなといった感じですね。でそしたら次はね、このポーラープロのヘリックスになります。でこれはナノ B と、色転びの方向性はかなり近いと言えるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただナノ B ほど極端ではないんですけれども、それでもこのマゼンタとブルーは全てね枠外からドットがはみ出してしまってます。そしたら次が西のジェットマグプロなんですけど、これはなんとですね、全てのこの色のドット、これはカラーフィルターを何もつけていない状態と同じように、この枠から色がはみ出してないんですよ。つまりこれは ND フィルターを装着しても全ての色がちゃんとね正しい色で表示できているって言えると思います。これはねやっぱすごいですよね。これだけ色転びが少ないっていうのは、僕もこうやって今回この検証してみて、こんなに違うんだっていう風に思いましたね。じゃあ次に色ムラ、こちらをねチェックしていきたいなというふうに思うんですが、今回はこの ND フィルターのここに書いてあるメモリ、これをベースに可変範囲の中間と最大の2ポイントに合わせた時にどれだけね色ムラが発生しているのかっていうのを検証していきたいなと思います。どうやって検証していくかっていうと、画面上の輝度に色をつけて、どのようなねムラが発生しているのかっていうのを見ていきたいなというふうに思います。ちなみにね、フィルターなしの状態で、完璧に背景の明るさを均一に、できなかったので、このね
右下の部分が若干この緑色になってて、この緑色っていうのが少しこの黄色よりは暗いっていうことなんですけど、多少この右下がデフォルトで少しね暗くなってるっていうところはちょっとご了承いただければなというふうに思います。じゃあまずねこの中間ポイント、これを横にね3つ並べてみました。それぞれ、ムラのパターンは違うんですけれども、暗くなっている面積でいうと、これはナノ B がね一番少ないように見えて、次に、難しいんですけどジェットマグプロ、そして最後にヘリックスかなという感じですかね。そしてね次は最大ポイントなんですけど、これはナノ B がえぐいぐらいがっつり出てます。ここまで来るとですね、はっきり言って完全に ND フィルターとしては使い物にならないので、ナノ B を使う場合はですね、マックスまで減光するっていうのはこれはもう絶対 NG ですね。そして残りの2つはこれはねパターンも含めてほぼほぼ変わらないなという感じですかね。背景の明るさが均一な状況で撮影している場合には、結構ムラが出てるなっていうのが分かるレベルかなと思います。特に屋外で背景の上の部分が空とかになっていると、左上にムラが出てるなっていうのは結構はっきり分かってくるかなというふうに思います。もし背景の明るさがフラットじゃなくて、結構影があるとか、いろいろテクスチャーがあるみたいな感じになってくると、意外とね気づきにくくはあるとは思うんですけれど、ただやっぱり、マックスまで減光するのはちょっとね注意が必要かなと思います。ちなみにこのナノ B は可変範囲が約9段なので、この中間ポイントのあたりが、ジェットマグプロとヘリックスの最大の5段っていうのと近しい原稿量になると思うので、それを踏まえてもう一度この3つを並べてみるとこんな感じで、ムラに関しては5段減光するっていうくらいであれば、このナノ E が一番ねナノ E じゃないナノ B が一番良好な結果となります。ただ今の季節5段ぐらいの原稿だと、明るいレンズとか、あとはベース ISO の設定感度がちょっと高いやつを使ってる場合だと、5段じゃちょっと多分全然足りないと思うので、そういったケースではちょっとねこのナノ B っていうのは、選択しづらいかなっていうのが、正直なところですね。で他の2つはというと、ヘリックスはですね、この2から5ストップスの可変 ND とは別に6から9ストップスの別のね可変 ND フィルターがあるので、そういった場合はそっちに付け替えてやる必要があります。でジェットマグプロはというと、こういったですね可変ではない固定の5ストップスの ND をマグネットでこの前にこうやってポンとつけてやるだけで6から10ストップスの可変 ND として使えるので、よりお手軽かつ経済的かなというふうに思います。こっちのヘリックスだと、もう一つ6から9ストップスの ND フィルターを買って、それも5万円ぐらいするのに対して、こっちのジェットマグプロのこの固定 ND フィルター、こいつはだいたい16,500円程度なので、ちょっとねこのヘリックスは機能の割には少し高すぎるかなといった、印象ですね。はい、というわけで、3つのね人気の可変 ND フィルターを比較してみて、僕の感想なんですけど、やっぱりねちょっとこのナノ B は、価格的にはね他の2つと比べて、もう圧倒的に、安いんですけれども、ちょっとその色転びとか色ムラを考えると、おすすめは少しできないかなといった感じですね。で、こっちのヘリックスに関しては、正直ね、デザインはめちゃくちゃかっこよくて、僕もこの3つの中であれば一番好きなんですけれども、ただ、ちょっとやっぱコスパがあんまり良くないなっていう風に感じましたね。一応ね、これもこのジェットマグプロと同じように、このベースプレートに対してこの可変 ND フィルターっていうのはマグネットで装着することが、一応できるっちゃできるんですけど、ただしこういった、ミストフィルターとかをここに重ね付けしたいなんていう場合は普通にねこうやってスクリュータイプでこれまで通りはめてあげる必要があるので、こうなってきた時に、結構、見て分かる通りいかついんですよね。ここの幅も太くて。なので、広角例えば20ミリぐらいで撮影するとなると、多分蹴られちゃうと思うんですよね。そこがやっぱりちょっとね懸念ポイントとしては大きいですよね。
でそう考えるとね、このジェットマグプロが、やっぱり一番コスパが高いかなと。で何よりやっぱりこれはこの色転びがほとんどないので、レンズ本来の色でね、ちゃんと撮影することができるっていうのが一番の魅力ですよね。でさらにこのジェットマグプロは、シリーズとしてちゃんとね、同じマグネットタイプでこういった、固定 ND だったり、ミストフィルターがあるので、これだったらこうやって、ミストフィルターをつけて撮りたいっていう場合でもマグネットでこうパチッとはめてあげれば、やっぱりね一つがこれだけ薄いので、これだったら蹴られる心配っていうのはこのヘリックスとかと比べれば圧倒的に少ないのかなというふうには思います。という、以上のことから、可変 ND フィルターで、どれが一番おすすめかというと、やっぱり性能面とあと価格で一番アドバンテージがあるこのジェットマグプロが、一番安心しておすすめできるかなというふうに、思います。というわけで本日のね動画は以上となります。この動画がためになったという方はぜひね高評価とチャンネル登録、そして通知をオンにして次の動画もお待ちいただければなというふうに思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。